いて、ムキムキのおじいちゃんとかもいた。そろそろ帰りたいと思います。暑くなってきたしね。その日の出来事とかをノートに。夜が来る、夜は来ない、そうは来ない。これ週一。おはようございます、こんにちは、ゆんです。ということで、今日はですね、朝活したいと思います。今日は海、ずっと動画で言ってた海沿いをね走るっていうことをしてみたくて、頑張って海沿いの方まで行ってみようと思います。暑い。結構朝早いんですけど、めちゃくちゃ暑いな。はい、ということで海に向かっていきたいと思います。ちょっと待って、もうちょっとしたら左に曲がらなきゃいけない。よいしょ。待って、熱っ。なんかシールドがさ曇っちゃうんだよね、私の熱気でここが。しかもなんかめっちゃ汚いんだよね。さっきティッシュで拭いたんだけど全然汚れが取れてないわ。暑っ。いやー、無事に海までたどり着けるのか不安すぎるけど、まあ安全運転でね向かっていきたいと思っています。ちなみに私今日朝4時半ぐらいに起きましためっちゃ早起きした。本当に頑張ったよ、早起き。超眠い。なんか本当はね、昨日お昼前ぐらいに出発して海に行こうと思ってたんだけど、熱中症になっちゃって家にいたんだけどなんか水分を取らなすぎたせいなのか熱中症みたいな感じになっちゃって、脱水症状になっちゃって、よいしょ。もう頭も痛いし体もだるくて動けないし、本当に夜まで何もできなくて、ちょっと昨日海に行くっていうのは諦めました。でね、今日暑くなる前に海に着いて、で暑くなってきた頃にお家に帰れるように朝早起き頑張りましたこんなに朝早く家を出てバイクに乗ったことはないから、なんかすごい新鮮。でもめちゃくちゃ気持ちいいね。朝やばいねこんなに朝早くてもやっぱまだ夏だからバイクをしただけで汗ばむけどでもこうやって走ってる時は風が涼しくて気持ちいいです。最高ちょっと後ろに車がいると緊張しちゃうんだよね遅いかなーって不安になっちゃう。でもまあ、大丈夫だ、全然大丈夫だこれバイク初心者あるあるなのかな、この後ろの車を気にしてしまうのって。だから前に車が詰まってる方が安心するんだよね。なんか私や前の車がいるからこれ以上進めないんだよってできるから。やばー、めっちゃ何、朝日綺麗。てかもう太陽が昇り始めている、日の出が早いね
もうこんなに明るいよ。早すぎる。今前にトラック2台と軽自動車が1台いるからゆっくりとことこ走れてるへいへいへい。あ、止まりましたね。急に止まったっていうか、あれか、曲がったのか。ここ曲がるとこあるの？ちょっと知らない道すぎて。今日の目的は海に行けること無事に海に行けることなんで、特になんかこれといった面白いことはしないんだけど、でもなんかね、ナビを見た感じだと橋をね渡るのね。でその橋を渡ってる間にもしかしたらこう真横に海がパーッと広がって見えるかもしれないから、それをみんなに見せられたら私は満足かな。あとは海の見える場所で朝食とか食べれたらいいかなって思ってます。これ私の顔見えるのかな、みんなになんか私ヘルメットが大きいんだかよくわかんないんだけどさ、どう頑張ってなんかかぶっても顔の肉がすごい垂れちゃうのね、ヘルメットの重みで。だからすごい恥ずかしくて、それが大丈夫かな、変な顔になってないといいんだけどわあ、田んぼきれい。私さ、田んぼが一面にさぶわっと広がってる景色めちゃくちゃ好き。まあ田舎育ちなんで田んぼがすごい広がってるような場所で育ったので、こういう景色を見ると安心するね。なんか地元を思い出す。わあ、いいね、このなんか朝日に照らされた感じの。気持ちいい、涼しい。やっぱ全然日中と違うね、この時間帯は。信号で止まってても全然暑くない。素晴らしい。私前回の動画とかもマイクがすごい聞こえづらくなっちゃってたと思うんだけど、そのマイク問題はね解決しました。なんかここにさマイク通しているんだけど、それがね多分走ってるうちにどんどん垂れてきちゃってたんだよね。で私の声と外の声をなんか半々で多分拾ってて、でもバイクとか外の音の方が大きいからさ、私の声がかき消されちゃっていたんだけど、でもこのマイクの部分を内側でがっちりテープで留めました、今日は絶対に外に出ないように。なんで今日はねしっかり声が入ってると思います。入ってたらいいな。念のため朝コンビニで1回音声の確認はして、その時はねちゃんと音声入ってたんで多分大丈夫だと思うんだけど、もうこれで音声入ってなかったらね萎えるわ泣いちゃう。こう曲がる。うわー、ここ止まれなんだ。危ねえ。前の車が今止まってなかったら私そのまま止まれ無視してたかもしれん。いやそんなことないよ、ちゃんと私は見てるからねそんなことないっすよ。みんなお盆はどういうお盆を過ごした突然早かったなお盆。なんかあっという間だったな。もう終わりかみたいな。私も結構久しぶりにちゃんとこうお盆は休みました。友達と三茶にかき氷を食べに行ったりとか。うわー、家族楽しい。そう、かき氷を食べに行って、その後は
どこ行ったんだっけな、池袋に行ってプリクラを撮ったりでその後は銀座に行ってアートアクアリウムっていうのに人生で初めて行きました。なんか金魚を題材とした金魚を使ったアートアクアリウムで、なんかすごく幻想的な世界で最初めちゃくちゃ感動してたんだけど、だんだんね、なんかここにいる金魚たちにとってこの環境っていいものなのだろうかみたいな複雑な気持ちになってきちゃって、なんだろう、メダカ飼ってるからかな、ちょっとねだんだんかわいそうなになってきちゃったんですよね、金魚を見てたら。そうだから私は多分こういうなんか動物生き物を使ったアートアクアリウムみたいなものは向いてないんだなみたいな、初めてすごい思いました。まあ私の個人的な感想なんで、見る人によってはね全然違う見方があるし、感想は人それぞれだと思うので気にしないでくださいそう、アートアクアリウム行った後は新橋に行って夜ご飯を食べて帰ってきました。結構充実した一日を過ごしましたね。カーブ楽しいちょっとあんまり調子に乗らないようにね安全運転してます。楽しすぎるっていうか気持ちいい、マジで本当に気持ちいい。うわー最高。うわーもうすぐだ。止まりまーす。よいしょ。よいしょ。なんか私さ5足まで上げてるのにもう1足上げようとしちゃうんだよね頭の中で数えとけよって感じなんですけど、今何足入れたっけ言ってるそばからもう1個あげられた。これで今5だね最高ね。もうだいぶ、いやまあだいぶって言ったらおかしいな、ちょっとずつ運転は慣れてきたからそろそろバイクでキャンプとか行ってみたいんだけど、近場でなんだけど、さバイクの後ろにさ荷物を乗せるじゃない、キャンプ行く時って荷台の重さでカーブの時とかの感覚が変わるみたいなんで、一回ちょっとその荷物を乗せた状態での運転の練習をしてからが絶対いいなと思って、で今いろいろねその何を持っていくべきかとか調べて調査してます。そうなんか幸いバイクの荷台につけるバッグみたいなものはお友達がねもう使ってないものをあげるよって言っててくれるみたいなので超ラッキーなんですけど、それをまだ荷台にもつけてないし、そこにキャンプ道具を入れて走ったこともないから、まずはそこの練習をしたいなと思って、なんか私こう見えてね結構なんか心配性
なのでちょっといきなり当日にじゃあ初めて荷台に荷物を乗せてキャンプしに行こうみたいなものはね、怖くてできないんですよそうちょっとね、命にも関わることだから、そこは慎重にね、前準備しっかりしてからキャンプには行きたいなと思います。だからもうちょっとかかるかも、キャンプ行くまでほんとごめんなさいね。そうみんなはきっと待ってくれるんだろうな優しいからもう私はみんなの優しさにね、いつも救われているんで、本当にありがとうございます。よいしょ。ちなみに海まであと10分ぐらいなんだけど、その手前のコンビニに1回行って朝ごはんを買って行きたいなって思ってます。涼しい。でもちょっとだけ暑くなってきたかも。少し暑くなってきました。よいしょ。あれ、私コンビニ通り過ぎてないよね。なんか行こうとしてたコンビニあるんだけどさ、あれ、私通り過ぎちゃった？いや、多分大丈夫だよね。あ、コンビニまであと7分ぐらいってことか。そういうことだ、多分。へへ危ねえ。よかった、朝ごはん買いたかったから。危ない危ないよいしょ。宮ヶ瀬ダムに行った時とはまた違う道でちょっと楽しいですねでも全然まだね、海っぽさはゼロ。どんどん近づいてはいるんだと思うけど、やばい、みんなめっちゃ秘宝なんだけど、やっぱりコンビニ通り過ぎてったっぽくて、なんかもう橋も通り過ぎてもうすぐで海に着きそうちょっと待って、いつ通り過ぎたんだろう。悲しい。どういうこと？待って、私どこのコンビニ設定してた？ナビはね、ちゃんと設定してたんだよ。海たどり着く前にコンビニで朝飯買って、そっから目的地海まで設定するとちょうど橋にね、橋を渡っていける道に案内してくれるはずだったんだけど、こう行けばいいか。ちょっとね、もう目的地が目と鼻の先なんだけど、一旦その橋を渡っていきたいから、ちょっと待って、目的地を少し戻って、この道にすればいけるかな。そしたらあの信号を右行く。よし、オッケー。すいません、ちょっと一回少しだけ戻って橋目指していきます。ちょっとその前にお昼ご飯じゃないよ朝ごはんね、買ってきます。よいしょー。ということでお昼ご飯また間違えた朝ごはん買ってきました。で、今さっき設定したナビで一回ちょっと戻って走行しながら海が見えるであろう橋に向かっています。すいません、申し訳ございません。ちょっと次は無事につけるといいんだけど、あれ、ナビがおかしくなってる。ちょっとナビさん、一回ニュートラル入れて急げ。
急げよし、オッケーオッケー、よしオッケー急げあれちょっと待ってよ。オッケーよいしょ。危ねトラック来ちゃった。あ、待って、道間違えたんだけど今んとこ左やった。ミスった、間違えた。あれ待って、私このまま行ったらさ橋渡っちゃうんだけど。あれちょっと待って、さっき設定した道と全然ちゃうんだけど。ちょっと待ってよ、橋渡っちゃうやんけこれあ、でもいいのか。あれ、いや、よくないな。一回これでもそうだよね、やっぱりこれナビ通り行かないとダメだ。みんなに見せられない。ちょっと待ってよ、なんでこうなったんだ。落ち着いてほんと一人で何やってんだろう、わちゃわちゃ。大丈夫。でももう目の前はもう海っすね海っていうか、なんていうの、その階段、海に続く階段みたいなのがあります。疲れた。これ大丈夫かな、無事につけるかな。てか待って、めっちゃ暑いんだけど、なんか一人で道ミスってのんきにコンビニで買い物してる間にめちゃくちゃ暑くなってきてる日がやばい。暑いよー。ほんまに海見えるんかなこれ。でも見えそう。見えそうかな。あっち側走ってくれば見えるか。いや、これちょっと海見えなかったら私泣いちゃうけどわざわざこんな遠回りして。もうちょっとしたら曲がるのね。でそこで U ターンしてこっちの反対車線に行けるよって感じですね。いやなんか知らない道って本当に大変だね。知ってる道だったらさ、なんかここ行けばこの道出られるから大丈夫だとかさ、裏道とかわかるけど、裏道すらわからない。ナビが頼りというか、やばい、直射日光すぎて顔が熱いよ焼けてなくなりそう。さっきまでの涼しい時間はどこ行ったんだ。ここ左っすね。よいしょ。よし、皆さんお待たせしましたやっとお目当ての橋に行けます。大変だった。昨日さ、イメトレは完璧だったんだけどね。昨日もね、目的地設定してその道をね、なんかこう立って、こうやって行けばいいんだみたいな、結構簡単かもしれないって思いながらイメトレしてたんだけど、全然そんなことなかったいやー、道間違えるっていうか、なんか止まるように設定したはずのセブンイレブンが消えて、なぜか橋をガン無視され、目的地まで案内されそうになり焦りました。ちょっと場所が近かったんでよかった。まだ引き返せる距離でよかったです。安心して橋まで行けるはず。よーし、このもうすぐ左側に海が広がってるはずなんだけど、もうちょっとしたらね橋になるので、そこできっと海が見れるはず。でも橋を渡ったらすぐ右行かなきゃいけないんだ。でも左車線に行った方が多分海見えるから、こっ
っち走っとこう。もうすぐ橋だよ。まさかの赤信号まさかの赤信号です。でもほんともう目と鼻の先に橋がありますんでね、皆様。暑い。それにしても暑い。やばい。ジャケット脱ぎたくてしょうがないなんか一応ね、遠出だからさ、何かあっても何もな。待って、みんなほら橋です。どうですか？待って、これ海見えてる？ちょっと柵が邪魔だ。おい、柵が邪魔だぞ。待って、私この信号を曲がりたいんだが。ありがとうございます。すいません。怖かった。めっちゃ車の流れ速くて怖かった。今車線変更すんの。私よく行けたな。すげえ、自分がすげえ怖いわ、行ける自分が。汗怖かったでも優しいね。行かせてくれて優しかったわ、あの人。でもね、神奈川の人って優しいんよ。ちょっと本当になんかめっちゃ優しい。みんな道バンバン譲ってくれるし、ありがたいっすね私みたいなペーパードライバーにはとても助かります。でもさっき通った道だ。これ戻ってくる感じなんだね。なるほど。私がさっき寄ったローソンがあります。よいしょ。よかった、無事に着けそうです。みんな海見れたかな？ちょっと私編集画面確認するまでどういう風に映ってるかわかんないんだけど、映ってたらいいな、海わざわざ引き返した甲斐があればいいんだけど不安です。だから結構さ、暑いからさ、これ優雅に朝食なんて食えるのかしら。私は一体不安ですね。そちらが日陰とかないもんね、海の方って。なんかお店もあるっぽいんだけど、カフェみたいなのがね。でもね、営業時間が9時からなんですよ。そうてか、もともとカフェでご飯を食べようかなって思ってたんだけど、ちょっとね9時めがけていくともう灼熱で死んでしまうので、今回は諦めます。でももうちょっと涼しくなってきた頃にまた行きたいかな。カフェ行く前にね、本当は一軒行きたかった海鮮のお店があって、そこのランチを食べに行きたかったの。でもそこがね、やってなくて、定休日でお休みみたいな感じだったから行けなくて、でそのまままたそれもね諦めて涼しくなったら行こうかなっていうこっちで合ってる？合ってるかな。雨じゃない、海だ。すごい。すごい。待って、この辺結構日陰があるけど歩いて来れるかな。面白い。で駐車場がねあるんで、ここだ、ここです。駐車場ありました。バイク。発券ボタンを押して駐車券をお取りください。駐車券を取りました。場内の案内表示に従ってご入場。私駐車券取るの初めてかも。でも一応なんか一方通行、ちゃんと矢印通りに進みます
でいいかな。あれ間違えた。まあいっか。今逆走してるけど、ちょっと車が少ないから許してください。ごめんなさい。ごめんなさい。わあすごい。あ、でも意外といっぱい駐車場あるんだね、ここ。知らなかった。へえ、なるへそね。よし、着きました。暑っ。待って、結構暑いんだけど、どうしよう。大丈夫かなこれ。なんかご飯食べれっかな。これどこで食べよう。全然よくわかんないんだよね。とりあえずちょっと行ってみますか。大磯港に着きました。第2駐車場です。一応バイクは1時間160円、普通車は310円だって。1時間結構高いね。4月から9月はちょうど今は朝4時から空いてるっぽいです。こんな感じ。机と椅子がある。ここでご飯食べようかな。ここちょっといいんじゃない？日陰になってるところ。どうしよう。どっちにしようか。こっちにしようか。助かる。助かるよ。暑すぎる。着きましたよ、海に。ちょっとね、海はもうちょっと歩かないともう少し海まで行けないから本当はなんかこう海を眺めながら食べようかなって思ったけど、ちょっとその体力がないっすね。あとね、釣りしてる人がすごくたくさんいる。ご飯食べたら海を見に行こうと思います。とりあえず飯を食べます。大磯コネクトっていう場所が、1階がなんかお魚とか物販になってて、あと軽食とかも売ってて、上がそのさっき言ったレストランカフェみたいな感じになってるんだよね。で、海がね見えるカフェみたいな感じでネットに書いてあった。本当はここに行きたかったんだけど、朝9時からだからそれまで入れないかなっていう感じです。なんか結構1階で売ってるお魚とかはなんか鮮度がねめちゃくちゃいいらしい。腹減ったー。ぐっちゃぐちゃになってんだけど、フルーツミックスサンドイッチが楽しい。どうしたん？何があったん？昨日はさ、もう頭も痛かったし、もう外も灼熱でさ、もう行く気ゼロだったの。時間はたくさんあったんだけど、体調万全の時に行った方が絶対楽しいじゃん、いくら天気良くても。だからしっかりね、昨日は休んで今日体調万全にしておいたので来れました。いただきます。うまっ。これ408円もする。高っ。まあちょっと高いけど奮発しちゃった。バイク乗ってる人ってさ、どうやって水分補給とかしてるんだろう。ヘルメットかぶってるからさ、飲めないじゃん。こまめにコンビニとか泊まって水分補給しないとマジで死んじゃうよね。うまい。久しぶりに宮ヶ瀬ダム以来のちょっと遠出だったんでめっちゃ疲れました。日が当たりそうだったからこっち側に来た。これ昆布おにぎりも買いました。海が近いからか風が程よく吹いててめっちゃ気持ちいい。うまっ。
どんどん車が入ってくる。やっぱみんなあれかな、釣りが目的なのかな。もう水着でさ、サーフボード持って自転車漕いでる人とかいたし、上裸で汗かきながら歩いてるなんかムキムキのおじいちゃんとかもいたすごい、みんな釣りしてる。漁船がいっぱいある。その匂いがすごいんだけど。わあ、すごい。漁船こんな近くで見たの初めてかも。すごっ。おー、すげえ。気持ちいい。すごい。向こう側に行くと砂浜がある。めっちゃ海の匂いする。磯草うわー、すごい。海に来たのは久々なので少しテンションが上がりました。なぜかこの場所だけ人がいなかったので優雅に一人で満喫できました。眩しい、眩しすぎる。これ海釣りの人がさ、すごい日焼けするじゃないですか。これは焼けるわ。めちゃくちゃ暑い。太陽がね、すごい暑いもう目が開かないです。ちなみに海の中はね、こんな感じでお魚の姿は全くいないんだけど、でもみんなあっちで知ってるからね。何がいるんだろう。キラキラしてて綺麗。私はもう大満足しました。少しだけ帰りながらまた動画回したいと思います。帰ります。うわー、帰りはまた帰りで違う道っぽいな。暑い半端なく暑いよ。やばい。でも楽しかった。めっちゃ楽しかったわ。ネロくんと一緒に海来れてよかったそれがまず嬉しいですいや、無事に来れてよかったね。ちょっと待って、私カメラさストリートビューにしてないわ。画角がつまんよね、きっと。でもやっぱあれだね、すごい混んでる道が、車が多くなってきた。もう車がたくさんいますね。あっという間だね。この短時間のうちに一気にこんなに増えるなんて。いや、めっちゃ良かった。海、皆さんどうでした？楽しめたかな？楽しんでもらえてたらいいんだけど。よいしょ。暑っ。もうさっきね、ヘルメットかぶった瞬間、もうすごくて、ヘルメットの中の熱気がもう一気に汗かいた。やっぱメットもさ、黒じゃない色の方が涼しかったりするのかな。そういうのあるのかな。でも多分あるよね、そういうの。色によって涼しさとかきっと変わるよね。私真っ黒のメットだから熱が一番こもりやすいだろうな。でも黒いメットの人がやっぱ多いのかな。合わせやすいもんね、服装とかさ。バイクも何でも合うしね、黒いメット。私は頭守れれば何でもいいんで
これもねお友達にもらったメットなんですけど、ありがたいですね、こうやってこうやってねいただけるのが。だってさ、ヘルメットなんて自分で買ったらすごい高いじゃん。だからすごいありがたいですね、ほんとマジでありがたい。てか私思ったんだけどさ、免許取ったの今年の1月とかだから、この今使ってるグローブとかもさ、その1月とかに買ったんで多分冬用なんだよね、買ったやつ多分冬用だと思う。だからめちゃくちゃ手も熱いし超汗ばんでるあれだね、来年は夏用のグローブとか買わなきゃだね。あと夏用のなんていうの、ジャケットとか、なんか冷感インナーとか着てる人いるみたいで、そういうのもね今年は何一つ買ってないんで、なんか来年はもうちょっとそこら辺の熱中症対策みたいな部分にもなんか力を入れたいね、自分の健康のために本当にね、熱中症って怖いから、家の中でもなっちゃうぐらいだもん、本当に怖いよ。でも今日はなんとか大丈夫そう。かなり暑いけどもうすでになんか別に頑張ってはないんだけどさ、ちょっとこう遠出した後って自分にご褒美買いたくなるんだよねご褒美ってなんだよって感じだけど、でもなんかこうまだ慣れない運転の中さ、こうやって一人でさ海まで行けたからさ、ちょっと運転頑張ったねみたいな感じでスタバでも行きたいですね自分に甘い。私最近ね、クラッチのね、クラッチを上げる練習をしてて、というのも停止した状態での発進とか、あと低速で曲がった後のスピードをスムーズにこう上げていく方法技術がなさすぎて、なんか下手くそなの本当に。でそれがねすごく嫌で、もうここ最近ずっと YouTube とかで見漁ってて、上手になる方法みたいな、ちょっとスムーズにできる方法みたいなのをね、で分かったことがあって、ちょっと待って、隣にバイクの方がいて、結構かっこいいバイク乗ってる人がいて、ちょっと喋るの恥ずかしい。これ意外とさ、ヘルメットしてても声ってさ漏れてるからさ、意外とねちょっと恥ずかしい。ちょっと待って、ちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしい。このクラッチのねギアを上げる練習なんだけど、いろいろ見た YouTube の中で1個ね、確かになるほどって思ったのがあって、それがクラッチをつなげるときにまずアクセルをなんだっけ、開けすぎない、なんだっけ、アクセルを締めすぎないだっけな、戻しすぎない、クラッチも切りすぎない、開けすぎないっていうのかなちょっと画像貼っとくわ、忘れてしまった。画像貼っときます。はい、なんかね、丸々しすぎないっていうのがすごく大事みたいで、私今までなんだろう、一個一個ギアを上げるたびにアクセル離して、もうクラッチ全握りみたいな、ギア変えるたびに。だからすごいね、なんかスムーズに速度がもうみたいになっちゃう時とか全然あって、なんかスムーズにこう繋がんないなみたいなので悩んでて、どうやったら上手くなるんだろうって思ってたから、これをね見た時にはっってなったわけ。私やってるわみたいな。でその動画を見てから結構意識してね、今日一日もずっと練習しながら運転してるんだけど、少しずつね、なんかこういう感じかなみたいな、ちょっとコツをつかんできました。だからこうやってなんかね、コツをつかめるようになるとさ、楽しい、めちゃくちゃなんかスムーズに静かにギアが
ギアをつなげられてアクセル回してもってなんないのが楽しいね。気持ちいいです。うまくいったって嬉しい。そうなんかただ乗ってるだけじゃなくてさ、こうやってね一個一個上達していくのがすごく体感できるからさ、楽しいよねバイクって。まあベテランの人からしたらね全然まだまだ下手くそだと思うんだけど、まあそれでもいいの。少しずつね上達していけたらそれでいいんすよそう、あとさ、私この間なんか X でね見たんだけど、なんか大阪の方でバイクのさ、車と車の間のなんていうの、すり抜けっていうのをなんかすごい取り締まるみたいな感じのニュースが流れてきてて、歩道橋っていうのかな、そういうののさ上から警察がなんか見てて取り締まってんの怖くない？なんか大阪だけなのかな今のところ。多分今後すごい増えると思うんだよね、そのすり抜けの取り締まりみたいなのが。まあ私はね怖くてそんなことする度胸もないしまあできないんですけど、ビビりなんで絶対できないんですけど、まあ、一応頭の中には入れておかないと、どこで警察がね見てるかなんてわからないので怖いですからね。もう初心者すぎてね危険な運転なんてしないんで、できないんでよいしょ。みんな最近なんか悩みとかある？私はねあるの、悩み悩みがあって、夜がね眠れないんですよ。寝つきが悪すぎて眠れないっていうのが悩みで、最近の。なんか本当にいつからか分かんないんだけど、なんか眠る時ってさ目をつむるじゃない？もちろん。なんかそうすると頭の中でなんか作り話が始まっちゃうの。なんか妄想劇みたいなのが始まっちゃうわけ謎だけど何言ってんのこいつって感じだと思うんですけど、昨日の例えで言うと、私がとあるキャンプ場で車中泊してて撮影しながらね、でなんか怖い話を話し出したの一人で、なんかちょっと面白おかしく。そしたら急にキャンプ場が放送で熊が現れました、宿泊中のお客様は急いで逃げてくださいみたいな放送が流れ出して、で私もみたいなパニックになっちゃって、でそうこうしてるうちに多分熊が結構かなりでかい熊が私の車を襲ってきて、で私の車が横転したわけその熊の威力でで私そのまま頭を思いっきりバーンってぶつけて、でこのままじゃ私クマに食べられるみたいな、死ぬみたいなですっごい焦っちゃって、でなんか車のさトランクってさ下開くじゃないですか。開かない車も多分あると思うんだけど、なんか蓋になってて、その下にちょっとだけなんか荷物置けるスペースみたいなのがあって、もうそこに隠れようみたいなで急いで蓋開けて、車横転してんのになんか蓋開けてそこに閉じこもってたわけで、クマがいなくなるまでもうそこにいようみたいな。でそっからかなり飛んで、なんかいつの間にかもう朝になっててクマいなくなってて、で気づいたらもう私は病院にいて、病院の上でその動画の続きを撮ってるわけ実はこういうことがありまして、うんぬんかんぬんみたいな。でその動画が鬼バズって再生回数がすごいことになってみたいな、なんかそういう作り話が頭の中で繰り広げられるわけね、勝手にでその話が終わるとまた違うなんか作り話が始まるんだけど、なんかもうそれってなんていうの、自分の意思じゃなくてなんかもう勝手に始まっちゃうわけ。もうやめて、もう寝たいの私はみたいな、もうやめてよ
静かにしてよってなんか脳みそに問いかけるんだけど、言うこと聞いてくれないわけもう本当にね、何時間ぐらいそうしてるかわからないで気づいたら寝てるみたいな感じなのね。もうそれがしんどすぎてさ、もうどうしたらいいのってなって、私は最近25年間生きてきて初めてね、睡眠薬というものに手を出しました。はい、睡眠薬がすごすぎて、使った日は本当にもうなんかいつの間にか寝てて、もう気づいたら朝みたいな、もうそういう感じ。感動しない？すごくない？ただなんかもう睡眠薬がないと眠れない体みたいになっちゃうのが怖いんだけど、でもどうなんだろう、悪いことなのかな、睡眠薬使ってなんか寝るのって。ちょっと分かんないんだけど、今の私にとってはもうめちゃくちゃ最高の相棒って感じ。もうそれがないと私はもういつまでもその作り話で苦しんでいつ眠れるんだろうみたいな感じなんだよね。なんかその睡眠薬に手を出す前に何日か寝る前のルーティンみたいなものを変えたわけ。やったことで言うと、寝る1時間前にはシャワーに入るとか、少しずつ部屋の明かりを落としていくとか、あとは寝る前は液晶画面 iPhone とかをいじらないようにするとか、あとその日一日あった出来事とか明日やらなきゃいけないことをノートに書き出して寝たりとか、何かいろいろ試したんだよね。で数日ぐらいはそれですごく改善されて眠れるようにはなったのなんだけど、なんかだんだんやっぱりそれもなんかね、効果が薄くなってきて効かなくなってきて、あーダメだって思って、でね、結構苦しんだんだよね。またそっから眠れない日々が続いて、なんだけど睡眠薬を使ったら結構ね、いい感じに眠れるようになったから、もう今は手放せないって感じなんだけど、そうなんか同じような悩み持ってる人いるかなでも結構特殊だよね。頭の中でさ、なんかそういう作り話の妄想劇が始まっちゃうってやばいよね、本当に。まあそんな感じですかね、私の悩み事勝手に一人で喋り出しただけなんだけどさ。あ、かっこいい忍者だ。あっち今何度あるんだろう。でも携帯が熱暴走してないからまだそんなに熱くは なってないのかな。6キロもまっすぐだ。マクドだ。朝マック食べたい。でも意外とサンドイッチとおにぎりでお腹いっぱい今日の動画どうだったかな。でも頑張ったよね、結構私夏のうちに絶対行きたいと思ってたから、海までネロくんと一緒にね。だからそれが達成できてよかったわ。うわ、スタバあるじゃないか。でも反対側だ。でも早く家帰りたいから、ちょっと寄り道なしでまっすぐ帰ろう。やばい、後ろに忍者さんがいる。ちょっとプレッシャー、ちょっと抜かしてほしいな、私のこと。ちょっと下手くそだから抜かしてほしい。恥ずかしいよ。ちょっとで後ろにちょっとうわ、すごいすごいブンブン言ってる。すごいできないよ私、あんなこと。初心者マークつけてくればよかったわ恥ずかしい。ちょっとすいません、ほんと運転下手で。そんなどう思われてるかなんて気にしなくていいと思うんだけどさ、ちょっと気にしちゃうよね。恥ずかしいよね。なんかちっちゃい初心者マークのマグネットでも買おうかな。ヘルメットにつけようかな
でもつけてる人いるよね。バイクってつけなきゃいけないとかあるのかな。車はあるじゃん。なんか1年間だったっけ。1年間はその初心者マークをつけなきゃいけないみたいなのさあるじゃん、決まりが。バイクってないのかな。多分ないんだろうけど。はあ、よっこらしょ1。やばい、マスクの中苦しくなってきた。でもシールド開けるとさ、今度風すごくて目乾くしさ、口の中に虫入ったら嫌だしさどこにも逃げられないよ。まあてな感じでね、皆さんそろそろ動画を終わりにしたいと思いますよ運転に集中してました今。やばい、忍者さんが斜め前にいる。緊張するわ発作が緊張する。かっこいいな忍者。緑の忍者かっこいい。ああ、演出した。恥ずかしい。やばい、緊張してたから演出しちゃったもう恥ずかしいよ、やめてよもうバカ。めっちゃスムーズに帰ってたのに演出しちゃった。1回でもすぐね対応できてよかったです。その信号止まっててさ、発進する時の演出はね、乗りたての時にね何回か経験してるからですぐテンパったりしないでエンジンつけるっていう術も一応身につけているのでよかったです。スムーズに発進できて。ちょっと後ろの車の人にはあれって思われてたかもしれないけど、ごめんなさい、本当にごめんなさい恥ずかしい。まあそんなこんなで皆さん動画終わりにしますやだではではまたね無事に帰れますように